昔々イギリスの田舎にジャックという少年がお母さんと2人で住んでいました。ジャックとお母さんにはお金がありません。牛を1頭飼っていて、とてもよくミルクが出ていましたが、その牛も年を取ってミルクが出なくなりました。仕方がない。牛を売ってお金を作ろう。とうとうジャックは牛を売ることにしました。牛を売ったお金で食べるものを買おうと思ったのです。ジャック、なるべく高く売ってくるんだよ。お母さんは言いました。ジャックは牛を連れて出発しました。でも途中で不思議なおじいさんに出会いました。不思議なおじいさんは言いました。ジャック、牛を売るつもりならわしの豆と牛を交換しよう。ダメダメ、牛を売ってご飯を食べるお金に変えるのだから。ジャックは言いました。でもおじいさんは、小さなこの豆はただの豆じゃない。庭にまいたらさあ大変、空まで伸びるすごい豆じゃ。と言いました。本当かい？そいつはすごいや。牛と取り替えよう。ジャックは牛を5つの豆と取り替えてしまいました。家に帰るとお母さんは大層怒りました。大切な牛をこんな豆なんかと取り替えるとは。こんな豆食べてもしょうがない。お母さんは怒って豆を窓の外へ投げました。その夜は食べるものがありません。お腹が空いたな。と言いながらジャックは寝てしまいました。次の朝、ジャックが目を覚ましてみると、なんということでしょう。庭に大きな木があるではありませんか。これは豆の木だ。あのおじいさんの言ってたことは本当だったんだ。豆の木は一晩で大きくなり、空の上の雲の上のその上までも伸びていました。こいつはすごいぞ。雲の上に何があるか確かめに行こう。ジャックは豆の木を登り始めました。ジャックはどん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 高く登っていきます。そしてとうとう雲の上の世界に着きました。すごいぞ、着いたぞ、雲の上だ。あそこにお屋敷が見える。ジャックは屋敷に向かいます。石でできたとっても大きなお屋敷です。一体誰が住んでいるのでしょう。大きな玄関には大きなおかみさんがいました。おかみさん、何か食べるものをいただけませんか？はあ、この子は何を言ってるんだろう。ここは恐ろしい人食い大男の屋敷なんだ。大男は子供をパンに挟んで食べるのが大好きなのさ。早く逃げないと食われちまうよ。びっくりしたジャックが逃げようとしたとき、ドスーンドスーン、地響きが聞こえてきて大男がやってきました。大男の朝ごはんの時間です。大男は子牛を3頭一口でペロリと食べてしまいました。その後で黄金の卵を産むメンドリを連れてきて、産んだばかりの黄金の卵を食べました。大変だ、早く逃げないと食べられちゃう。ジャックは逃げようとしましたが、おかみさんが言いました。大男は朝ごはんを食べ終わると必ず寝てしまうから、それからお逃げ。おかみさんの言う通り、大男はガクーガクー
と台風みたいないびきをかいて寝てしまいました。しめしめ、今だ。ジャックは大男の足元にいたメンドリを小脇に抱えると一目散に走って逃げました。でもメンドリがとけたたましく鳴きました。すると大変、大男が目を覚ましてしまいました。つけたとこだ。なんてうまそうな子供だ。パンに挟んで丸かじりにしてやる。捕まったら大変です。ジャックは一生懸命逃げました。ジャックは身が軽いのでスルスルと豆の木を降りてなんとか自分の家までたどり着きました。覚えておけよ。今度会ったら必ず頭から丸かじりだぞ。大男は悔しがりました。家に着くとジャックはお母さんにメンドリを見せました。これはすごい宝物だとお母さんは大喜び。メンドリは「うめえ」と言うと黄金の卵を産むので、ジャックとお母さんはその卵を売って暮らしました。でもジャックはもう一度大男の屋敷へ行き、もっと素晴らしい財宝を持ち帰りたいと思うようになりました。恐ろしいけど、もう一度行ってみよう。ジャックは次の朝、また豆の木を登って雲の上へ行きました。そして大男の屋敷に忍び込みました。するとまたおかみさんが出てきて、おやおや、お前はこの間の子供だね。こんなところで何をしておいでだい。大男に捕まったら今度こそ頭から丸かじりにされちまうよ。その時またドスーンドスーン、地響きがして大男がやってきました。ジャックは大慌てで台所のかまどの陰に隠れました。おーい、朝飯の時間だ。スープを持ってこい。くん、なんだかうまそうな子供の匂いがしてきたぞ。子供が近くにいるはずだ。一体どこだ？くん。大男は鼻が利きます。そんなはずはありゃしませんよ。気のせいです、絶対に。気のせいか。まあいい。今朝は子牛6頭で我慢するか。大男はいっぺんに子牛6頭をバクバクと平らげると不思議なハープを呼びました。黄金のハープは大男が歌えと言うと素晴らしい声で歌い始めました。その歌があまりに素晴らしいので大男はだんだん眠たくなってきてとうとう寝込んでしまいました。グガゴー。大男はものすごいいびきです。今だ。ジャックはかまどの陰から走り出すと不思議な黄金のハープを担いで玄関から逃げました。ところがその時、ご主人様、とっても大きな声だったので大男が目を覚まします。おお、やっぱりいたのか。見つけたぞ小僧。今日こそスープと一緒に丸飲みにしてやる。大男はジャックを追いかけてきます。顔を真っ赤にして怒った人食い大男はまるで怪物です。大男の一歩はジャックの100歩ぐらいあったのでジャックはあっという間に追いつかれてしまいました。ジャックは急いで豆の木を折ります。今度は大男も諦めずに豆の木を降りてきます。待て小僧、食ってやる。ジャックはなんとか自分の家までたどり着きましたが大男はまだ追ってきます。お母さんが大慌てで納屋から斧を持ってきました。ジャックはその斧で豆の木を切り倒しました。ベキベキベキ。大男は空から落ちてぺっしゃんこ。
こうしてジャックは黄金の卵を産むメンドリや不思議なハープを見せ物にしてお母さんと幸せに暮らしたということです。